皆さんこんにちは。Speak Japanese Naturally Podcast のふみです。このチャンネルでは日本語や日本文化について紹介します。チャンネルメンバーシップもやっています。2つプランがあるんですけど、上の方のプランに入っていただけると週に1回特別なエピソードが聞けます。よかったらぜひ入ってみてください。今日は動画なしで音声だけでお送りしています。というのも、最近花粉症がひどいです。花粉症というのは、特に今の季節は杉の花粉、杉という木が日本の山にはたくさん植えてあります。その杉が花粉を作るんですね。それが風に乗って飛んできます。それでも目がかゆくて、鼻水が出て、くしゃみが止まらない。とても辛いです。で、昨日はというか、毎日薬を飲んでるんですけど、目がかゆいんですね。で、昨日目をかいてしまって、そしたら、なんか変な描き方をしてしまったのか、目が痛くなってしまいました。で、今日はコンタクトも入らないし、目の周りにメイクとかしたくない感じなんですね。腫れてて。なので、今日は音声のみです。なので皆さんも、リラックスして耳だけで聞いてください。ちょっとですね、聞いて楽しい話をしたいと思います。楽しいというか、面白い、興味深い話です。テーマはですね、例えばミルクと牛乳みたいに、どっちも同じような意味なんですが、でもカタカナ語と日本語で使われ方が違う言葉、そういう組み合わせをいくつか紹介したいと思います。そう、前にメインチャンネルの方で、自分はね、できるだけカタカナ語を使わないようにしていますっていうコメントがあったんですね。それはせっかく元々の日本語があるのに、全部カタカナ語にしてしまうのはもったいない。そういうような感じでした。それもね、一理あります。日本語とカタカナ語の意味が同じだったら、全部カタカナ語で話してると、ちょっと変だったりします。特にビジネスの場において、いろんなカタカナのビジネス用語があるんですね。あれを全部使ったりしたら、もしかしたらちょっと、この人カタカナ語ばっかり使ってっていう印象はあるかもしれません。ただ普段の生活で、カタカナ語と、元々の日本語があった場合、どっちでもいい場合もあれば、やっぱりその二つが違う風に使われる場合もあるので、全部カタカナ語を使わないっていうのもちょっと不自然になってしまうなと思って、今日それについてお話しすることにしました。では早速行きましょう。じゃあ最初にミルクと牛乳からです。どうでしょうか？皆さんこの使い分けはわかりますか？例えば、飲むものですね。飲む牛乳。普通に何かと混ぜたりしていないもの。あれは牛乳です。お店に売ってるパッケージに牛乳って書いてあります。で、ミルクってつくときはだいたい工場で作られる製品という感じがします。つまり、牛乳が原料の一つ、材料の一つに入っているけれども、その牛乳そのものではないものですね。例えばコンビニに行くと、いちごミルクという飲み物が売っています。いちごミルクっていう商品名ですね。そうそう、だから商品の名前にミルクが入ってくる。でも牛乳も商品だから、どっちも商品なんですけど、とにかく牛乳は混ざってないもの。なんとかミルクとか、ミルクなんとかは、その牛乳の成分が使われている何かですね。あと、例えば、ミルクチョコレート。これはチョコレートの種類の中で、割と甘くって、
茶色の色が薄いもの、それミルクチョコレートですね。あと忘れちゃいけないのが粉ミルクです。赤ちゃんに飲ませるもの。あれは牛乳じゃなくて粉ミルクを飲ませます。赤ちゃんに必要な栄養が入っているのが粉ミルクですね。まあ、ここの辺はわかりやすいですね。で、次もちょっと似たような感じなんですけど、二つ目の組み合わせはガーリックとニンニクです。ニンニクのカタカナ語がガーリックですね。で、やっぱりニンニクも、そのまま使うものがニンニクですね。お店に、買い物行くときに、ニンニク買ってきてっていうことがあっても、ガーリック買ってきてとは普通は言わないです。で、ただ、その商品としてガーリックパウダーとか、あとはお店に行ってあるガーリックトースト、イタリア料理とかのお店に行くとガーリックトーストとかあります。そういうのは、今度は逆にニンニクトーストとは言わないです。ニンニクトーストって言うとですね、なんとなく生のニンニクというか、割とニンニクの形をした何かが乗ってるパンという気がしてしまいます。だからあんまり美味しそうに思えないんですよね。で、同じような組み合わせで、オニオンと玉ねぎというものもあります。で、オニオンもやっぱり料理名とかはオニオン使うことも多いです。外国から入ってきた料理ですね。例えば、オニオンリング。丸い感じに玉ねぎを揚げたやつですね。あれ、玉ねぎリングとは言わないですね。オニオンリングです。玉ねぎは絶対言わないですね。はってなっちゃう。オニオンリングです。で、あと、よく聞くのがオニオンスープですね。で、私がちょうど今度、ポッドキャストでこういうこと話そうと思っていた時に、夫が、一昨日だったかな。玉ねぎスープ作ったよって私に言ったんですね。で、なぜ夫は今ここでオニオンスープじゃなくて玉ねぎスープって言ったのかなと思って、なんで玉ねぎスープなのって聞いたら、玉ねぎだけじゃなくて、そこにチンゲン菜、じゃないな、小松菜だったかな。どっちにしろ、どっちも緑の野菜です。ほうれん草みたいな緑の野菜。でもほうれん草みたいなアクがない野菜です。アクっていうのは、食べた時にちょっと嫌な味が残りますよね。あれがアクなんですね。ほうれん草はそういうのが強い野菜ですが、小松菜も、チンゲン菜も、そういうアクがない野菜です。で、その玉ねぎスープにはそういう緑の野菜も入ってたんですね。それで玉ねぎスープって言ったって言ってました。で、玉ねぎの大きさも、割と大きかったです。で、オニオンスープっていうと、全体的に茶色っぽいスープで、そこに玉ねぎが入ってるけど、小さいですよね、すごく。形として残っている部分は。そう、だからちょっと違うものなんだなっていうことが分かりました。で、次は、スープと汁です。汁のカタカナ語がスープなんですけど、やっぱり使われ方が違います。で、さっきの玉ねぎスープにしてもオニオンスープにしてもスープなんですね。玉ねぎ汁とかオニオン汁ではないんですね。で、ここの使い分けとして、まず一つ、洋風、日本風じゃない、飲むスープは汁じゃなくてスープって使います。で、日本風なスープ。これはやっぱ汁ですね。だから、味噌汁とか、あと、豚汁というものがあります。豚は豚という漢字です。なので、豚肉の入った味噌汁が豚汁です。あと、魚のあら汁。これは、その魚をさばいた後、魚を切ったりした後の魚の骨とか、ちょっと残った身を使って作る、これも大体味噌ですね。味噌のスープです。
で、こういうのは昔から日本にあるので、汁を使います。逆に、例えば玉ねぎ汁っていうと、玉ねぎの汁っていうイメージになります。わかりやすいのがレモン汁です。レモン汁は何かっていうと、レモンを半分に切って、こう手でギューって押すと、出てきますね。酸っぱい液体が。液体っていうのは水みたいに流れるものです。酸っぱい液体が、レモン汁です。なんで玉ねぎ汁っていうと、レモン汁ほどああやってギューってやって出てくるものではないけど、その玉ねぎの汁、玉ねぎをギューってやった時出てくる汁っていうのが玉ねぎ汁っていうイメージですね。ただ普通、レモン汁は料理にたくさん使っても、玉ねぎ汁って料理に出てきたことはないですね。普通は玉ねぎって切ってとか、みじん切りとか、ああやって使うから、玉ねぎ汁を絞ることはないですね。そう、だから食べ物はどっちかというと、カタカナ語で使うものはもうそういう食べ物の名前、外国から来た食べ物の名前とか、工場で作るそういう商品が多いですね。で、もともと日本語の言葉のものはその原料というか材料そのものを表している感じですね。では次、食べ物以外に行きましょう。まず最初は、ビデオと動画です。これはですね、本来は YouTube の時は動画って言います。で、ただ動画のカタカナ語ってビデオなんですけど、ビデオはもう昔に、VHS のビデオとして使われてたんですね。ビデオっていう言葉として。なんでしょう。昔、今皆さん若い人は見たことありますか？今はもうないと思うんですけど、昔は音楽もカセットテープとかでしたが、その動画もビデオもそういうテープだったんですよね。ビデオテープ。で、例えば、ビデオのレンタルショップっていうのがいっぱいあって、そういうところにビデオを借りに行ってビデオを見てました。なので、YouTube で見るあれはビデオではなくて動画なんですね。で、普通はみんな動画って言います。YouTube で動画を見ましたみたいな言い方をします。で、その動画の中には、ショート動画と、あと、長尺の動画があります。ショート動画は、短い、縦型の動画ですね。あれショートとかショート動画って言います。ただ逆に、今私が作っているこの動画、これはあんまりロング動画って言いません。使ってる人もいるとは思うんですけど、あと検索するとロング動画でも出てくるんですけど、大体普通は長尺動画って言います。長尺の尺は、尺が長いって言うんですけど、尺って長さのことなんですね。なんで、長い長さの動画ってことですね。で、逆に、ショートは短いじゃないですか、日本語にすると。でも、短い動画っていう言い方はしません。なぜならば、短い動画って言ったら、多分2、3分の横の動画を思い浮かべちゃうからです。縦型のショート動画にはならないですね。短い動画って言ったら。で、それと同じように長い動画っていうと、そのショートに対しての長い動画っていうよりは、普通に時間が長い動画っていう意味になります。そう、だから、例えば短い動画とショート動画、これ表す意味が変わってきます。変わります。では次は、オフィスと事務所です。事務所のカタカナ語がオフィスなんですけど、言葉の持つ印象が違います。例えば、今日は、オフィスに行って仕事をしました。オフィスって聞くと広くて大きくて人数がたくさんいる
ところっていう感じですね。でも今日は事務所に行きましたっていうと、事務所っていうとなんとなくちょっと古くて狭くて、そんなに人数がいないような場所っていう感じがするんですね。ただ、弁護士事務所とか、探偵事務所とか、もともとなんとか事務所ってあるときはどうなのかな、なんとか事務所って使うかもしれないんですけど、その弁護士事務所のオフィスは、どこどことどこどこにあります。みたいな言い方をしそうです。弁護士事務所の事務所はこことここにあります。あまり言わなそうですね。弁護士事務所のオフィスはっていう方が、なんとなく自然ですね。そうですね。自分が働く場所を言うときは、多分オフィスの方がしっくりくると思います。しっくりくるっていうのは合うです。たとえ古くても、やっぱりオフィスの方が合うかな。事務所って本当に、なんか本当に小さくて狭くてっていうイメージがありますね。では次、ルールと規則です。ですね、例えば交通ルールを守りましょうという言葉があります。あと交通規則を守りましょうっていう言葉があります。この場合はですね、ルールと規則は同じものとして使われています。で、ただですね、ゲームのルールという言い方はしても、ゲームの規則って普通は言わないですね。あと、学校のルールも言うかもしれないけど、学校の規則っていう方が多そうですね。で、あと友達と遊ぶ時のルールはあっても、友達と遊ぶ時の規則はありません。規則となるものは、書かれたルール、きちんとした書かれたルールがあるのが規則だと思います。規則っていう印象です。で、書かれてないけどみんなが守ること。例えば人のもの取っちゃいけないとか、あと順番を守るとか、ああいうのは書かれてないですね。で、そういうのはルールです。でも、例えば電車に乗ると席を譲りましょうとか、あと何背負っているリュックサック、大きい荷物は前で持ちましょう。背中に背負ってないで前で持ちましょうとか書かれてます。ただ、あれは規則というよりはやっぱルールなんですね。で、規則は絶対に守らなきゃいけないものです。で、ルールは守るべきものですね。でも守らないと何この人って思われるから守らなきゃいけないものではあるんですが、規則の方がもうなんか本当に守らなかったら罰があるぐらいな勢いが規則ですね。そう、だからゲームはわかりやすいですね。ゲームの規則はないですね。はい。だいたい今ぐらいな感じが思いついたものです。他にも、皆さんが日本語を勉強していて、これはカタカナ語で言わなきゃいけないんだとか気づいたことがあると思うんですね。そういうのをぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。たくさんこういう知識が入っていると、より自然な日本語を使えるかなと思います。ただですね、今いろいろ言いましたけど、これをもし、カタカナじゃなくて、日本語の、元々の日本語の方で言っても、通じます。そこまでひどいコミュニケーションの、害になるものではありません。知っておくといいなというものですね。はい。じゃあ今日は、ここまでにしましょうか。最後に一つ、宣伝をさせてください。ですね、広島県の福山市と尾道市で、ホームステイをやっている人がいます。あきさんというとても素晴らしい人なんですけど、で、その人が夏のすごい暑い時を除いて、暑い時以外にホームステイを毎月やっています。ぜひ、実際に日本の生活に触れたい
人にはぴったりのプログラムなので、ぜひご検討ください。すごくいい経験ができると思います。それで私6月のホームステイのプログラムに私もちょっと参加します。なので私と一緒に尾道の街を歩くとか、一緒にお茶をするとかできるので、もし私とお話ししたいと思ってくださる方がいたら、ぜひ概要欄のリンクからアキさんに問い合わせてみてください。空きがあと1人分だけあります。とはいえ全体で4人しかいないプログラムなんですね。これだからすごくいいところは、サービスというか手厚く面倒を見てくれます。困ったことがあればもうすぐ連絡できるし、何よりホストファミリーの人がとても優しいです。すごく親切です。私も遊びに行かしてもらって、あと別の家族ともお話しさせてもらったんですけど、とにかく外国に興味のある好奇心旺盛な方たちでした。で、とっても優しかったです。だからね、私、もっといたいなってちょっと思っちゃうぐらいでした。こんな風にもてなされたら、本当にね、一生の思い出になるだろうなっていう風に思う感じでした。なので、皆さん、6月ですね、よかったらぜひご検討ください。では最後にメンバーシップに入ってくださっている方のお名前を言います。エドモさん、デブさん、アルビリオさん、デルタさん、レイドさん、キム・ヨンマンさん、ベンジャミンさん、コウ・エイケイさん、ニヌアイ・シルメさん、チチさん、ジム・ハバートさん、ジュン・チャンジョンさん、ジョアンナ・ピー・アビーさん、ウンメシュ・ガーテさん、ナグワ・アブデル・モッタレブさん、アップルパイさん、ガール・アブロードさん、パッ・キヨクさん、チャンドルさん、オー・ウェンハオさん、BB ガンメイク・ピースさん、チャールトン・ローさん、グエン・トゥアン・アインさん、ジョ・ミンジェさん、チャンジテさん、ビッグ・ガスさん、カンチョさん、キム・カンソクさん、コーダー XYL さん、フー・カイジュンさん、ジュールド・オーデさん、キャサリン・岡本さん、グオ・スーシェンさん、アン・リリさん、ジョン・リンさん、レイラ・ダラスさん、アンビカ・ウプレティさん、BC ユンさん、ハン・インスさん、ハヌル・バラギさん、イ・ギルジンさん、フランキー・ユンさん、ミャ・ミン・カンクさん、イン・ヨインさん、ミズ・リンさん、チョウ・インチューさん、ミンジさん、リュウ・レナさん、クリスティーナ・ケイさん、リョウ・スイエさん、ホア・グアンさん、プラシャント・シンさん、メンバーシップに入ってくださってありがとうございます。本当に嬉しいです。それからスーパーサンクスをくださった、デルタさん、イ・ギルジンさん、メンバーシップにも入ってくださった上にスーパーサンクスまでありがとうございました。ちょっと弱気な動画を出してしまって申し訳なかったです。ありがとうございます。元気出ます。では皆さん、今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。聞いてくださる皆さんがいるので、続けられています。本当に感謝しています。この動画が良かったらぜひ高評価、チャンネル登録、そしてお友達にシェアしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。いい1週間をお過ごしください。またね。